どうも、みかたです。今日もみんなで一緒にアニメ楽しんでいこうね。ということで今日はリゼロ前半の最終話まで見ていきたいと思います。はい、しんどい。やっと来たよっていうことで頑張って最後ね気を引き締めて見ていこうとは思ってるんだけど、前回も予告した通り私も動画ちょっとずつ活動復帰して続けていけそうな目処が立ってきてるから、なるべくね夏アニメが始まるまでに春アニメのリゼロを終わらしたいということで6月末までに公開すると思うんですけど、毎週水曜日の夕方6時18時に更新するっていう風に言っといて、このリゼロだけは押し込めてやらせてもらいたいなと思ってますのでよろしくお願いします。なので水曜日の更新はないと思います。来週からは毎週水曜日で更新していこうと思うのでよろしくお願いします。覚えておいてねでもねこの YouTube 始めてねアニメってすごいなって改めて思ったっていうかさ、私の身の回りにはオタクの友達がもう本当に全然いなくって、自分一人で楽しむものみたいな、こういうアニメのことだけを話す時みたいなのが本当に全然なかったんだけど、こうやって YouTube を始めてこうしてつながれてみんなとすごく楽しく共有できるっていうことに改めてすごいことだわって思ったと同時に、それをつなげてくれたアニメってすごいみたいな思ってました。それもさ、知らない人とつながるだけじゃなくって日本以外の人とも作品を共有して分かち合えるっていうこともできている今、これがすごいなーみたいな感じにね改めて思って、でそれをいつも共有してくれて楽しんでくれて本当にありがとうございます最近も作品数アニメのねいっぱい増えたから、いろんなものが凝縮されてアニメって生まれてるなっていう風に本当に感じるから、それは本当にやっぱりすごいことだなって改めて思います。そんな中でも日本人クリエイターの作品の映像化されるっていう応援企画が今行われていて、秋橋さんって方の魔法のない世界で生きることっていう作品があって、それがね映像化されるみたいで、私はその作品を知らないから今度 MV でも見てみようかなと思ってるんだけどすごいね美しそうな世界観がねあったから雰囲気で気になってはいるんだけど、もう少しで終わってしまうみたいなのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。前置きが長くいつもなっちゃうね、喋りたいみたいな気持ちがほんと止まんなくなっちゃうから、早速ねリゼロを見ていきたいと思いますよ。どうしよう、気合い入れよう。スバルの方がしんどいもんね、私がへこたれてちゃダメだもんねっていうエミリアちゃんのファンを私にも導入して見ていきたいと思います。それではスタート。あれ何なの、どういう、誰がやんのそんなことどういう、ちょっと怖い。うん、
うん。え？うん。うん。うん。え、何？え？うん。うん。やばいやばいやばい。ねえ。ねえ。軽い。軽い。ああ、うん、まあ、確かにね。うーん。うん。へえ、分厚くなかったね。うん。うーん。ほんとにそうだったんだね。へえ。はあ。ああ。あ、ああ、ああ。うん。
うん。ああ、うん。ああ、すごい。はい。ああ。ええ。うん。ああ。ええ。うん。うーん。う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 ん。ああ、ここに飛ぶの？え？え？え？ああ。うん？え、そえ？うん。
え、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 ねなんであんな、ひうん、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 言わないの、言えないか。ちょっと、うん、うん、うん、え、え、なん、うーん、うん、うん、え、うん、うん、
といらんこと考えないでね。うーん。うん。はあ。ダメ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 。あ、あ、うーん。疑い深くなってるよね。うーん。なるほど。そんなことないよ。抗えれるよ。うーん。うーん。現実派。うん。うーん。うーん。うーん。ね、なんかもう、心壊れちゃいそう。人格ほんとおかしくなっちゃいそう。うーん。うーん。あるかな？ない。あ！はい。へえ。ああ！ああ、ねえ。ええ、ねえ。ちょっと、あ、はあ。いや、はいえ。ダメだよ。だってスバル自身じゃないじゃん、きっと。
いや、わかんないけど、もう何が何やらだよ。ねえ、メイデー。いやちょっと、これ、前半あと1話で終わるんでしょ？いや、これスバルずっと記憶喪失のまま、嘘隠したまま、そこ解決すんの？でも全然全く絵が浮かびませんけど。でもしんどい、ほんとに。あの、やっぱ嘘って良くないよね。私はほんとに、どんな嘘も体が受け付けない。しんどいもんだって。だってなんか自分を偽る感じ。しんどい。うん。いや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 。はあ。ええ。うん。はあ、ああ、ねえ。ねえ。え、え、え、ちょっと待って。し、なにこれ。え、なんで降りてきてんの？何時？何時？飾り付けなのか、これは。はあ、うん。出てく？何？え？ああ、来やがった？何？ああ、おっと、ちょっと、これ、どんだけいるの？ちょっと、やりやすい？
よいしょ。そっち。いや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 。いやいやいや、ちょっと、揺れ揺れてる。いや、ちょっと、あよかった。ふうふう。いや、防衛着陸で。は、は、嫌なんだね、聞かれるの。おい、めっちゃ寄ってってる。おお。ここでマジですか。ちょっと待って、本当に。いや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 。心残りユリウスだったの？うーん。あ、あ、うーん。うーん。うん。うん。うん。いや、あ、
ああ、ね。うん。うん。あ、ああ、怖いな。まだ出てくるの？え？ダメよ。あ
はい。は、エミリアと、シャツ。
2回言った。どっから整理しよう。もう整理できる気がしない。いろんなことが織り交ざりすぎてて、感じることもたくさんの軸があって、フォルダみたいな感じでいろいろあったんだけど、それを思い返して整理してシェアする力が残ってない。すごいちょっと無の時間。無にならないと何も喋れなさそう。リセットされたスバルなのに元の夏木スバルに戻ったみたいな感じ。それで終わるところが憎いよね。謎が多すぎるのはいつものことだけど、そういうことは一旦さておき、そういうのは頭のいい人が考えたり整理したりしてもらって私情緒を整理したいと思います。前半の最終話を見て思ったのは、卵が先か鶏が先かみたいな話でさ、愛するみたいな話みたいなのが結構最終話色濃く出てたなっていう風に思うけど、今までスバルが築いてきてた信頼っていうものがみんなの中には残っていて、その信頼をスバルは知らないから人を殺してしまうような醜い存在であるっていうことに苛まれてる、むしろマイナスな状態でみんなの信頼がプレッシャーになって苦しくなって、言い方がきつくなって期待に応えられない自分も苦しいんだろうし、自分じゃない何かを求められるのも苦しいんだろうし、自分が隠しているおぞましいことをしてしまったかもしれないっていう罪も知っていて背負っている中でのスバルのセリフには全部それでも愛されたいっていうのが乗っかっているような、そんな感じがしたんだけど、愛されたいはでもちょっと行き過ぎかな。
それでいていいっていう、ありのままでいていいっていう誰かからの許可みたいな、別に誰かの許可なんてなくたっていていいに決まってるんだけど、そういうものを欲しているような感じだったね。承認を求めてた人たちが死に、エミリアタンが現れて、エミリアタンとスバルの今までを伝えてくれた中で、あれだけ聞いてるとエミリアタンがスバルのこと好きなんだって思うところを、スバルは自分がこの子好きだったんだって気づくところが、そっちなんだっていう新鮮さもありながら、それがスバルらしさなのか。愛されたい、ありのままの自分を受け入れてほしい、そのままでいいと言われたいと願っていたスバルの顔は苦しそうだったけれど、この子が好きで、この子のためにそんなスーパーな夏木スバルでいられたんだっていうことを知った時、そこからの切り替わりのスバルの表情の変わりようとか、そういうものを見ると、やっぱり愛したいのエネルギーの方が健全に強くさせるんだなと思いました。こうしてリセットされて、ベア子とかみんなメイリーもきっと戻ってくるから、それは良かったというか安心だけど、スバルの覚悟がすごく滲んでいたので、後半スバルがどういう風に何を軸として動いていくのかっていうのが、今から見ていくのが楽しみというか、どんな感じなんだろうなっていうのが本当に純粋に気になるっていう感じです。すごいティッシュついてる久しぶりに涙の時間が長くて、酸素も回ってないから全然喋れない。愛されるみたいな話に飛んじゃったけどさ、でもそれはリゼロを見てるとさ、やっぱり節々でテーマとして出てるわけじゃない。愛してる愛してる愛してるの連呼から始まり、あれもあるし、スバルについてるエミリアとベアトリスがすごいつきっきりで、絶対信頼側としているけど、この2人を見てるとどんなスバルでも受け止めるし、味方でいるっていう明確な信頼感みたいなのがあるから、そこに安心感を持って見れる分、ドキドキハラハラはせずに済むけど、そこに安心感を感じるっていうのが、無意識にその2人が全部受け入れてくれようとする感じのスタンスに安心感を感じられることが、リゼロの中の心地の良さの一つなのかなっていう風になんとなく思いましたね。人の心の隙間を縫って埋めてくれる感じかななんて思いながら、今話したことも感じたり考えたりしながら見てたけど、とにかくもう感情の方が溢れまして、考えたことはどっか行きましたねスバルの当たり前に無様になってしまうようなところのあの姿を見れたことが、こちらとしてもリセットみたいな感じの感覚がかかって、もはやスバルがめっちゃ強いわけでもないのに最強みたいな感じで見えてやってきてたから、一旦現実とのすり合わせみたいなのをさせてもらったような、そんな感覚も残ってます。でもちょっとまだ頭痛い8月かな ?8 月の中旬か下旬か忘れちゃったけど、後半が始まるっていうことで、そちらもね、おいおいちゃんと追ってみていきたいと思いましょう。最後の最後に塔が崩れてって、ユリウスがすごい戦ってる中でアナスタシア様を頼むって言われた時に、それを背負おうとしてるスバルを見て、そこですごい安心を感じて、スバルだっていう風に自分の中でほっとした気持ちが蘇ったのもあったなって今思い出しました。そんなスバルさん、本当ちょっとどうなるかということで見ていきたいと後半もね思います。ということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。高評価やコメントもいつもありがとうございます。これからもたくさんのアニメーションを楽しんでいただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。疲れた。バイバイ。